トレードチャンスが来ないと不安になりますよね。私も先週はノートレードで、今週も水曜日までトレードがなかったので、このまま今週もトレードがないかな、と思っていた矢先に、トランプ大統領の関税発言で急にエントリーポイントが来ました。そこで今回は、木曜からのドル円のトレード内容について解説をしていきます。4月3日、水曜が終わった時点でトレードがなかった状態だったのですが、木曜の朝7時にドル円のチャートをチェックしたら、1時間足が次のようになっていました。急に大きく下げていて、何があったんだって思いながら軽くニュースをチェックすると、トランプ大統領が関税爆弾発言をして大きく下げていたみたいでした。この大きな下げによって、水曜まで今週もトレードがないと思っていたのが、急にチャンスが来そうな形になりました。まず、現在の位置を確認すると、目立った安値がある場所にいる状態でした。本来なら、ここから反発してもいいのですが、朝は直近の動きの流れを引き継ぎやすいので、この位置からさらに下がる可能性があると考えていました。よって、最初からいきなり1分足を監視して、エントリーできそうな形が出たら、すぐに売りで入っていこうと考えていました。そして、この時の1分足が次のようになっていました。ちょうどサポートライン上にいる状態で、ここから反発するのか、それともブレイクしていくかどうかの状況でした。そこで少し様子見をしていたところ、次のような動きになりました。7時になったらいきなり下がっていきました。しかも40ピップス以上も落ちていったので、これだとエントリーができません。そのため、戻ってくるのを待つ必要があったので、少しローソク足を進めてみます。少し戻ってきました。このぐらい戻ってくれば、いい形が出ればエントリーができそうでした。そこでもう少し様子見をしていたところ、次のような動きになりました。かなりいい形になりました。よく見てみると、ダブルトップを作りそうです。よって、次のローソク足でも陰線が出たら、売りでエントリーをしていこうと考えていました。では、この次のローソク足を見てみましょう。陰線になったので、この次のローソク足でエントリーです。この時の損切り位置は、直近の高値を上抜けた場所のマイナス20ピップスで設定しました。そして利食いに関しては、切り板がある場所のプラス40ピップスに設定しました。ちなみに、この時に4時間足を見てみると、目立った安値で反発をしている状態です。だから、ここから反発していく可能性もあったのですが、下落の勢いが強い時は、サポートラインへ来て一度反発をしても、もう一度売りが入って下がることが多いです。この経験から、もう一回下がった時は、サポートラインを下へ抜けると見ていたので、その下の切り板である148円に利食いを設定しました。1時間足で見ると、次のような感じです。では、この後の動きを見てみましょう。エントリー後は、あまり含み損を抱えずに下がってくれて利食いができました。この時の時間は朝の8時半前ぐらいだったのですが、2回目のトレードは約2時間後に来ました。まず、利食いをした時の15分足が次のようになっていました。ここから考えるシナリオとしては、4時間足のサポートラインだった場所で戻り売りをするイメージです。ただ、いくら下落の勢いが強いとはいえ、この位置からだと戻りが浅すぎるので、しばらくトレードはないと判断しました。そのため、しばらく様子見をしていたところ、次のような動きになりました。少し下がった後に戻ってきました。やっぱり4時間足のサポートラインだった場所は、戻りが浅すぎて、そこでは反応しませんでした。では、この後の動きを見てみましょう。戻ってきてからもう一度下がって、また少し戻っている状態です。この形だけ見ると微妙なのですが、1分足を見てみると、次のようになっていました。パッと見るとかなり微妙な感じなのですが、よく見るとダブルトップができそうなんですよね。ただ、仮にダブルトップができても、微妙な位置にいることには変わりないので、すぐに入ることはしません。それでも、ここから入れそうな雰囲気を少し出し始めたので、その後に様子見をしていたところ、次のようになりました。ダブルトップができました。この時に少し入りたいと思ったのですが、
こういう中途半端な位置にいると、ダブルトップでもすんなり下がらずに戻ってくることが多いです。よって、売りを狙うにしても、もう一度戻ってきて、トリプルトップみたいになってからエントリーをしていきます。もしここで下がってしまったら、その時は諦めます。では、その後の動きを見てみましょう。ダブルトップを作った後に戻ってきました。ただ、直近の高値に届いていない上に、上髭を連発して、陰線で下がり始めています。こうなると、下がる可能性が出てきたので、次のローソク足を見てみましょう。強い陰線が出てきました。これを見た時に、下げの勢いが強いので、この位置から下がると思いました。そのため、この次のローソク足で売りエントリーをしました。この時の損切り位置は、直前の高値の上のマイナス20ピップスです。すでに安値圏にいる状態なので、ここから上がると一気に上昇する可能性がありました。だから、ダメだったらさっさと切って、損を検定する方向へ考えていました。そして利食いですが、4時間足を見てみると、目立った安値があります。そのため、この少し手前のプラス40ピップスで設定しました。では、この後の動きを5分足で見てみましょう。縦値で終わりました。エントリー後は、含み損をほぼ抱えずに下がって、含み益の30ピップス以上乗りました。そこでストップを縦値にしたところ、戻ってきてしまい、決済となりました。しかも、縦値になった後に、利食いの場所まで下がったので、悲しかったです。決済になった後は11時を過ぎていたので、ここからはあんまり動かないと見て、12時頃にお昼ご飯を食べてから、いつもの昼寝をしました。そして、3時になった時の15分足が次のようになっていました。相変わらず下落の流れが続いていました。この状態だと何もできないので、またしばらく放置していました。そしたらその後の動きが次のようになりました。3時から少し上下して、まだ安値圏にいる状態でした。15分足だけを見ると、ちょっと何とも言えない形なのですが、これを5分足で見たときは、次のようになっていました。いい感じでダブルトップができていました。この日の下落の勢いなら、ここからさらに下がってもおかしくないので、エントリーができそうだと判断しました。そしてこの時の1分足を見ると、次のようになっていました。ダブルトップのネック付近にいる状態でした。ここから1分足の動きを確認しながら、エントリーできるかを見ていきます。では、ローソク足を1本進めてみます。小さいダブルボトムができていて上がろうとしています。ということは、ここから上がる可能性があるので、まだエントリーはせずに、次のローソク足を見てみましょう。陰線が出てきました。ダブルボトムができていたので、上がると思っていたけど上がりませんでした。やっぱり下落の力が強いのかもしれません。では、ローソク足を1本進めてみます。陰線が続きました。これによって、ダブルボトムが失敗になりました。さらに、5分足でダブルトップにもなっているので、1分の上昇の力が崩れたと見て、次のローソク足で売りエントリーをしました。この時の損切りは、マイナス20ピップスで設定しました。本当は、1分足で直近の高値を上抜けた場所にしたかったのですが、それだと30ピップスを超えてしまいます。これだとリスクリワード的に悪くなるので、仕方なくこの位置になりました。また、仮にここから反転したら、今度はダブルボトムができるので、この位置で早めに切っておくのもありだと考えました。そして、利食いに関しては、4時間足の目立った安値の手前で、プラス50ピップスに設定しました。では、その後の動きを1分足で見てみましょう。含み損を抱えずに下がってくれて、利食いができました。そして利食い後ですが、15分足で見ると、次のようになっていました。この日はすでに250ピップスくらい下がり続けていて、さすがにそろそろ限界だと思ったので、今日はもう終わりかな、と思ってしばらく様子見をしていました。そしたら次のような状態になりました。さらに少し下げてから戻ってきました。そしてこの時の1分足を見ると、次のようになっていました。トリプルトップになっていました。
これを見た時点で、うわ、いい形だな。でもこれ以上下がらないよな。なんて思いながらそのままチャートを見ていたら、次のような形になりました。トリプルトップを作った後に、もう一度上昇しようとしたけど、直近の高値にすら届かずに下がっています。これは買いの力が弱い証拠なので、私からすればエントリーをしなきゃいけない形でした。そのため、ここまでかなり下げていて、もう下がる余地がないと思っていたので結構嫌だったのですが、次のローソク足で売りエントリーをしました。この時の損切り位置は、直近の高値を少し上抜けた場所のマイナス15ピップスで設定しました。そして利食いは、ここから大きくは下げないと思っていたので、直近の安値のプラス35ピップスに設定しました。では、その後の動きを見てみましょう。逆行されてしまいました。やっぱりダメか、ちょっと調子に乗っちゃったかな、と思っていたのですが、その後の動きを見ていると次のようになりました。なんとか耐えてまさかの利食いになりました。どんなに怖くても、自分のポイントに来たらエントリーすべき。自分の感情なんて関係ない。これを久々に実感させられたトレードになりました。しかも、ここからさらに100ピップス以上落ちていったので、とんでもない相場でしたね。結局、このトレードで利食いをした後は、指標もあったし、エントリーの形も出なかったので、これでこの日のトレードは終了しました。4月4日。金曜日は朝7時の時点で1時間足を見た時に、次のようになっていました。底値から一旦上昇した後に、戻り売りが入っている状態でした。これを見た時に、いい形でまだ下がる可能性が高いと思ったので、15分足を見てみたところ、次のようになっていました。ちょうど押し安値の位置にいたのですが、そこに来るまでにじわじわ下げ続けていたし、朝は前日の流れを引き継ぐことが多いので、ここから下がると判断しました。そこでエントリータイミングを見るために、1分足へ変えてみたところ、次のようになっていました。なんとも微妙な感じですね。これだとまだエントリーができないので、もう少しローソク足を進めてみます。少し戻ってきたのですが、上に行けずに揉み合っています。いい感じになってきて、この次のローソク足がいい線になったらエントリーをしたいので、ローソク足を1本進めてみます。いい線は続いて、下げそうな雰囲気満々です。ということで、この次のローソク足で売りエントリーをしました。この時の損切り位置は、直近の高値を上へ抜けた場所のマイナス15ピップスで設定しました。本当はマイナス10ピップスでも良かったのですが、朝はスプレッドが少し広がっているので、そのあたりのノイズも考慮してこの損切り幅にしました。そして利食い位置ですが、この時は切り板手前のプラス35ピップスに設定しました。15分足で見ると、次のような感じです。本当はいつもみたいにプラス40ピップスを狙おうと思っていたのですが、この幅にすると切り板ぴったりになるんですよね。これだと、この位置の手前で反発して、ギリギリで利食いにならない可能性がありました。この時に思ったのは、5ピップスを無理に伸ばして35ピップスを失うよりも、5ピップスを削って35ピップスを取った方がいいということでした。だから、利食いはプラス35ピップスで設定しました。それではその後の動きを見てみましょう。なんとか利食いとなりました。もし40ピップスを狙っていたら縦値になっていたので運が良かったです。そして、利食い後に次のトレード戦略を考えるのですが、利食い直後の15分足は次のようになっていました。ここからのトレードとしては、押し安値での戻り売りか、三尊右肩付近での売りになります。この戦略を頭に入れた状態で、しばらくローソク足を進めていきます。押し安値まで戻ってきたのですが、反応せずにそのまま上抜けてしまいました。これだとトレードができないので、次の戦略である、三尊右肩付近での売りを狙っていきます。では、ローソク足を少し進めてみます。三尊の右肩付近までレートが戻ってきました。これで売りが狙えそうなので、1分足へ変えてタイミングを見ていきます。この時の1分足が次のようになっていました。この状態だと上昇の勢いが強いので、すぐに売りで入ることはできません。そのため、
少しローソク足を進めてみます。三尊の右肩付近が意識されて、レトが落ちてきました。押し安値も下へ抜けてきたのでここで入ってもいいのですが、私の場合は一旦戻りを待ってエントリーをしていきます。では、ローソク足を少し進めていきます。一旦レートが上昇した後に、もう一度下がり始めました。もし次のローソク足で陰線が出たら、下がっていく可能性が高くなるので、売りを狙っていきたいところです。それでは次のローソク足を見てみましょう。強めの陰線が出たので、この次のローソク足で売りエントリーです。この時の損切り位置は、直近高値のマイナス20ピップスで設定しました。15分足で見ると、次のような位置になります。ここを上抜けると、散々の失敗になると同時に、短期で上昇トレンドになる可能性があるからです。そして利食いですが、15分足の直近安値の手前で、プラス60ピップスに設定しました。サポートとなる場所はそこまで見当たらないので、ここまでは伸びるかなと思ってこの位置に設定しました。それではこの後の動きを見てみましょう。縦値決済になってしまいました。エントリー後はいい感じで下がって、プラス35ピップスの含み益があったのですが、途中で戻ってきてしまいました。残念ですが次へ行きましょう。ここからの戦略としては、まだ三尊の形成が完全に失敗したわけではないので、この辺りで上昇できないようであれば、もう一回売りを狙っていこうと考えていました。ただ、現状の感じだと、戻りが少し強いので、このまま上へ抜ける可能性があります。そのため、しばらく様子見をしていたところ、次のようになりました。三尊の右肩を上抜けずに、ダブルトップになりました。いい感じになってきたので、5分足へ落として見てみましょう。5分足で見てもいい感じです。ここでエントリーしたいところなのですが、損切り幅が広くなりすぎるので、できれば戻ってきてほしいところです。では、ローソク足を少し進めてみます。結構戻ってきました。ここからもう一回下がるような動きを見せたら、買いの力が弱ってきたと見て、売りを狙っていこうと考えていました。そこで、エントリーのタイミングを探していくので、1分足へ変えたところ、次のようになっていました。この状態だと、上昇の勢いがまだ強いので、エントリーすることはできません。ということで、もう少しローソク足を進めてみます。下がってきたのですが、まだここから買いが入ってきそうです。そのため、ローソク足をもう少し進めてみます。やっぱり買いが入ってきて一旦上昇をしてきました。ここで直近の高値を更新できずに、下げる動きを見せてくれると、ダブルトップになって入りやすくなります。では、ローソク足を進めてみます。急に強い陰線が出てきました。これで一気にダブルトップになった上に、強い陰線で買いが諦めてくると思ったので、この次のローソク足で売りました。この時の損切り位置は、直近の高値を少し上抜けた場所のマイナス15ピップスで設定しました。ここを上抜けると、1分足の上昇トレンドが継続になって、上抜けていく可能性があるからです。15分足で見ると、次のような位置になります。そしてこの時の利食いは、一つ前のトレードと同じく、直近の目立った安値のプラス60ピップスで設定しました。ちなみにこの時は11時半を過ぎていたので、値動きが悪くなって利食いになるまで時間がかかると思っていました。だからお昼ご飯を食べた後に少しポジションが気になったのですが、そのまま昼寝をしました。そして昼寝から起きたら次のようになっていました。まさかの利食いになっていました。寝ている間にこんなに動くとは思ってなかったので、運が良かったです。このトレードの後ですが、エントリーはできませんでした。15分足で見ると、次のような動きだったからです。一方的に上がってきたと思ったら、今度は一方的に下がりました。しかもその後に、雇用統計もあったのでトレードができませんでした。あとは、木曜と金曜だけで結構トレードをしたので、もう十分なのもありました。以上は今週のトレードになります。今週の結果まとめ。今週は水曜日までトレードがなかったので、今週もまさかのノートレかなんて思っていたのですが、トランプの関税発言によって
急にエントリーポイントが出てきました。結局、木曜と金曜だけで7回トレードをして、5勝2分けでプラス220ピップスとなりました。私の場合、売りの方が得意なので、チャンスが多い相場となりました。そして、今週の結果からわかることは、エントリーポイントが来なくても、しっかり待っていれば突然チャンスは来るということです。トレードチャンスが来ないと、このままで大丈夫かなんて不安になりますよね。不安になること自体は誰にでもあるので全く問題がないのですが、気をつけるべきことは、その不安を行動につなげないことです。チャンスがないという不安から焦って、自分のポイントでもない場所でトレードをすると、負けやすくなります。待っていればちゃんと自分のポイントは来るので、不安になっても手を出さないことが大切です。あとはポイントが来たら、自分の感情は関係なくしっかりエントリーすること。FX は不安に対する我慢と少しの勇気があれば、高確率で結果を出すことができるので、自分を信じて突き進んでいきましょう。もしその他のトレード記録も見てみたい場合は、これらの動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。